信じられるか。防御率リーグ1位、OPS リーグ1位。普通なら、このどちらか一つだけで野球史に名を刻む。だが今、私たちの目の前で起きているのは、そんな常識をはるかに超えた出来事だった。2026年6月8日、球界全体が騒然となる数字が並んでいる。防御率 0.74 でな、リーグ1位。OPS939 でな、リーグ1位。さらに出塁率417のリーグトップ。その名前はもちろん、大谷翔平。いや、待ってほしい。本当に同じ人間の話をしているのか？投手部門の頂点に立ちながら、打撃部門でも頂点に立つ。そんな選手はメジャー150年以上の歴史を探しても存在しなかった。一人もだ。誰も到達できなかった場所に、大谷翔平は今、たった一人で立っている。そして恐ろしいのは、その数字が偶然ではないことだ。6月7日のエンゼルス戦、ドジャースは13失点を喫し、5対13で大敗した。球場全体が沈んだ空気に包まれる中、それでも大家だけは違った。5打数2安打、2得点。チームが崩れても、自分の状態は全く崩れない。まるで別の時間軸で野球をしているかのようだった。これで6月の月間打率は驚異の480、シーズン打率の320へ到達。チームは42勝23敗で地区首位を独走。その中心には間違いなく大谷翔平がいる。だが、本当に異常なのはここからだ。打者としてリーグトップを走る男が、投手としても圧倒的な数字を残している。今季10試合先発、61イニング、自責点はわずか5、防御率 0.74、WHIG0.79、61イニングで5失点。つまり平均すると12イニング以上投げてようやく1点取られる計算になる。しかもその男は毎試合1番打者として出場している。こんな話が現実に存在するだろうか。誰もが首をかしげる。だが現実なのだ。さらに6月に入ってからの成績は異次元だった。打率480、出塁率583、OPS1.433。毎年6月になると怪物へ変貌する。ミスター、ジューン。今年もまた、その季節がやってきた。いや、今年は違う。去年までとは次元が違う。なぜなら今年の大谷は、打つだけではない。投げてのリーグ最高だからだ。どうやって止める？どこに弱点がある？球界全体が答えを探している。しかし誰も見つけられない。そんな中でさらに衝撃的な言葉が飛び出した。デーブ・ロバーツ監督だ。監督はこう語っている。私はまだ彼が絶好調だとは思っていない。球場が静まり返る。何だって。防御率リーグ1位。OPS リーグ1位。それでもまだ絶好調ではない？さらに監督は歴史的な記録を更新し続けてほしいとも語った。つまりドジャース首脳陣は理解している。今見ている数字は完成型ではないと。まだ伸びる。まだ上がる。まだ先がある。そして当の本人も満足していない。大谷自身は打撃についてこう語っている。もう少し左中間方向へ飛ばせれば、もう一段階上に行けると思う。聞いただろうか。OPS リーグ1位の打者が、まだ改善点を探している。満足していない。妥協していない。だから恐ろしいのだ。今の数字ですら通過点に過ぎない。そしてここから、さらに驚愕の事実へと話は進む。防御率 0.74。この数字がどれほど異常なのか。歴史と比較してみよう。1913年以降、両リーグで自責点が公式記録となってから、シーズン最初の10戦パスで防御率 0.74 以下を記録した投手はたった2人しかいない。2021年のジェイコブ、デグロム、防御率 0.56。そして1966年の不安、マリシャル、防御率 0.59。以上だ。たった2人。つまり大谷翔平は歴代3位のスタートを切っていることになる。だがここで決定的な違いがある。デグロムもマリシャルも伝説の投手だった。人生のすべてをマウンドに捧げた男たちだ。彼らの戦場はマウンドだけだった。しかし大谷は違う。毎日打席に立つ。リーグ最高レベルの打撃成績を残す。その上で歴代3位の防御率を記録している。こんな比較が成立すること自体、おかしい。常識そのものが崩壊している。そして次のデータが、その異常性をさらに加速させる。今季の5の率、51.7%。
前年から 10% 以上も上昇し、キャリア最高値を大きく更新している。だが、なぜそんな変化が起きたのか、その理由を知った瞬間、誰もがうなることになる。実は大谷は右手に豆を抱えながら投げている。指先の感覚は決して万全ではない。普通ならここで苦しむ。制球が乱れる。打ち込まれる。成績が落ちる。しかし、次の瞬間、大谷翔平は誰も予想しなかった選択をしていた。三振を奪うスタイルを捨て、ゴロを打たせる投球。怪物が新たな進化を始めていたのだ。そして、その進化は単なる思いつきではなかった。誰でも口では言える。ゴロを打たせればいい。だがメジャーリーグの最高峰の打者たちを相手に、それを実際にやりきることは全く別の話だ。ところが大谷翔平は、それを現実にしてしまった。指先の感覚が万全ではない。ならば三振に頼らない。低めを集める。旬を外せ。ゴロを打たせる。その判断を下し、実行し、結果まで出している。ここが恐ろしい。身体能力だけではない。投手としての知性が桁違いなのだ。その象徴とも言える試合があった。6月3日、ダイヤモンドバックス戦。試合開始直後、球場全体の視線がマウンドへ集まる。大谷は初回、なんと3者連続ゴロアウト。派手な三振ショーではない。しかし、だからこそ不気味だった。打者たちは打っている。なのに前へ飛ばない。抜けない。繋がらない。気づけばアウトになっている。まるで見えない糸で操られているかのようだった。そして試合は進む。2回、3回、4回。ダイヤモンドバックス打線は攻略の糸口を見つけられない。気づけばスコアボードにはゼロが並び続ける。そして最終的な結果は、6イニング、被安打2、四球1、奪三振6、無失点、圧巻だった。いや、それだけでは終わらない。ここからが大谷翔平という存在の恐ろしさだ。投手として相手を封じ込めた直後、今度は奪席へ向かう。球場がざわつく。まさか、誰もがそう思った。だがそのまさかが起きる。4打数3安打、2四球、5度の出塁、6回無失点の先発投手が、同じ試合で5回も出塁する。そんなことがあるだろうか。実はある。ただし歴史上たった4人しかいない。1900年以降の MLB で、先発投手として6イニング以上無失点を記録し、なおかつ同じ試合で5回以上出塁した選手。そのリストに大谷翔平の名前が刻まれた。しかも、これが初めてではない。2回目だ。記録の方が追いつかない。歴史書が更新に追われている。そんな状態なのだ。考えてみてほしい。約161キロの強し速球を持つ投手がいる。普通なら力でねじ伏せる。だが大谷は違う。必要とあらば技巧派へ変身する。三振を狙わない。ゴロを打たせる。併殺を奪う。試合を支配する。まるで10年以上の経験を積んだベテラン職人のような投球術だ。しかし年齢はまだ31歳。全盛期の真っ只中である。引き出しが多すぎる。対戦相手は何を狙えばいいのかわからなくなる。そしてロバーツ監督も、その執念について語っている。彼はランナーを出すことに対して非常に貪欲だ。この言葉は実に興味深い。普通なら打者が出塁することを貪欲という。だが監督が語ったのは投手としての大谷だった。彼は毎回完封するつもりでマウンドへ上がる。一点も与えたくない。一人も塁へ出したくない。その執念が61イニングで実績点5という数字を生み出している。だから防御率 0.74 なのだ。だが、話はまだ終わらない。むしろここからが本題だ。投手として歴史級。それだけでも十分すぎる。しかし打者としての数字を見た瞬間、誰もが言葉を失う。OPS 939。リーグ1位。出塁率417。こちらもリーグ1位。相手バッテリーの気持ちになって考えてみてほしい。試合開始。先頭打者。打席には大谷翔平。さあどうする？勝負するのか歩かせるのか。この究極の二択をいきなり突きつけられる。勝負すればどうなる？ MLB 最高クラスの打球速度を誇る男がフルスイングしてくる。一球の失投がスタンドへ消える。歩かせたらどうなる？後ろにはフレディ、フリーマン、さらにカイル、タッカー、マックス、マンシー、MVP 級の打者たちが並んでいる。どちらを選んでも地獄。逃げ場がない。
しかも大谷は簡単に釣られない。ボール球を振らない。際どいコースを見極める。無理にストライクを取りに行けば痛打される。だから投手は苦しくなる。まだ試合序盤なのに球数が増える。神経を削られる。体力を奪われる。1番打者なのに、相手投手へ与える圧力は4番打者以上。そんな存在が現実にいる。チームメイトのウィル・スミスは言った。彼は地球上を歩いた中で最高の選手だ。毎日その投球を受けている星がそう語る。最も近くで見ている人間が断言している。これ以上の賛辞があるだろうか。そしてフレディ・フリーマンも語った。翔平たちが設定した高い基準がチーム全体を引き上げている。つまり大谷の存在そのものが、ドジャース全体を変えている。数字だけではない。文化を変えている。基準を変えている。勝利への意識を変えている。さらに興味深いのは、大谷本人の考え方だ。打順について聞かれた際、彼はこう答えた。9番でもいいと思う。球場がざわつく。OPS リーグ1位の打者だぞ。普通なら中心打者として扱われることを望む。だが大谷は違う。チームが機能するなら何番でもいい。自分よりチーム。記録より勝利。だから周囲が信頼する。だからチームがまとまる。そしてその信頼が、さらに大きな歴史を生み出そうとしている。防御率リーグ1位。OPS リーグ1位。ここまででも十分以上だ。だが、本当に球界が震え始めたのは次の数字が見えてきたからだった。野球界で最も総合的な価値を示す指標。そのランキングを見た瞬間、誰もが息を飲むことになる。なぜなら、そこには100年以上破られていない伝説の名前が待っていたからだ。そして今、球界関係者たちが最も恐れている数字。それがどうだ。打撃、走塁、投球、選手がチームの勝利にどれだけ貢献したかを総合的に評価する指標。近代野球において最も重要視される数字の一つだ。そして2026年6月8日時点、大谷翔平の王は、FANGRAPHS 番で 6.0、BSEBELL、REFERENCE 番で 5.2、どちらも MLB 全体1位。リーグ1位ではない。ドジャース1位でもない。MLB 全体で1位だ。しかも差が異常だった。2位につけるサンチェスとボビー、ウィット、ジュニアは 3.9。大谷との差は2勝以上。シーズンがまだ3分の1ほどしか進んでいない段階で、すでに圧倒的な差が生まれている。ここである計算が行われた。もしこのペースをシーズン終了まで維持したらどうなるのか。その答えを見た瞬間、全米の野球ファンがざわついた。13.6、53.6。信じられるだろうか。MLB 史上最高記録として語り継がれている数字。1923年、ベーグ、ルースが残した 14.1。その伝説に、大谷翔平が手をかけているのだ。100年以上、誰も近づけなかった領域。何世代ものスーパースターたちが挑み、届かなかった壁。その壁が今、現実のものとして視界に入っている。しかも忘れてはいけない。ルースがプレーした時代と現代では競技環境が全く違う。当時は人種隔離政策の時代。世界中の才能が集まっていたわけではない。しかし現在の MLB は違う。アメリカ、日本、ドミニカ共和国、ベネズエラ、韓国。世界中のトップアスリートが集結する最高峰の舞台だ。競争レベルは比較にならないほど高い。その中でルースの記録に迫っている。これがどれほど異常なことか。数字だけでは説明できない。さらに大谷には別の不利もある。王の計算では DH にマイナス補正が入る。守備につかない分、評価が下がる構造になっている。つまり現在表示されている 6.0 ですら、実態より低く見積もられている可能性がある。そして二刀流によってロースター枠を一つ節約している価値も反映されていない。考えれば考えるほど、とんでもない。数字の世界ですら大谷を正確に表現できなくなっているのだ。そんな中、ロバーツ監督はさらに興味深いコメントを残している。彼はメカニクスの面でいくつかのことをノックインしている。フィールドを広く使おうという意図が功を奏している。つまり今の打撃好調には明確な技術的裏付けがあるということだ。偶然ではない。確変でもない。再現性のある進化。だから怖い。さらに監督はこう続けた。ここしばらくで最もフレッシュな状態にある。そして次回登板でも打席に立つことを明言した。
完全二刀流。投げる。打つ。休まない。誰もやらない。いや、誰もできない。その挑戦を大谷は当たり前のように続けている。一方で本人はどう考えているのか。打撃について尋ねられた大谷は語った。打撃は徐々に良くなっていると感じています。もう少し左中間方向へ飛ばせれば、もう一段階上に行けると思う。さらに、もっとオフェンス面で貢献したい、とも話している。思わず笑ってしまう。OPS リーグ1位、出塁率リーグ1位、WAR 全体1位。そんな選手がもっと貢献したいというのだ。周囲の選手からすれば悪夢だろう。まだ伸びるのか。まだ上があるのか。だがそれが大谷翔平という存在なのだ。投球についても同じだった。彼はこう語っている。全体的に状態はかなり良かった。しかし続けて、四球が多すぎた。それは自分が求めているものではない。と反省した。防御率 0.74 の投手がだ。普通の投手なら胸を張る数字である。だが大谷は違う。0点台でも満足しない。少しの四球も許さない。基準が異常なのだ。完璧を求め続ける。だから進化が止まらない。そして米メディアも驚きを隠せなくなっている。MLB 公式サイトはこう表した。翔平、大谷のマジックショーはあまりにも長く続いているため、私たちは彼を当たり前の存在だと思いがちだ。しかし、この比類なき偉大さにただただ驚嘆する必要がある。まさにその通りだ。私たちは慣れてしまっている。だが本当は慣れてはいけない。これは歴史そのものなのだから。ベッティング市場のアナリストも分析している。出塁率417。直近15試合で打率295。出塁率394。長打率738。そして MLB 最高クラスの打球速度。結論はシンプルだった。大谷翔平を無力化する方法は見当たらない。確率と統計で戦うプロたちがそう結論付けている。つまり数字上も攻略法が存在しないのだ。そして私は冒頭の言葉を思い出す。ロバーツ監督は何と言ったか。まだ絶好調ではない。防御率リーグ1位。OPS リーグ1位。WAR 全体1位。それでも完成型ではない。大谷自身も言っている。もう一段階上に行けると。つまり、防御率 0.74 はさらに下がるかもしれない。OPS 939はさらに上がるかもしれない。11本塁打はここから量産体制に入るかもしれない。6月打率480を見れば、その予兆はすでに始まっている。そして忘れてはいけない象徴的な場面がある。6月7日、ドジャースは13失点で大敗した。普通なら誰もがクラブハウスへ引き上げる。早く帰りたい。そう思うはずだ。だが試合終了後、大谷はグラウンドに残った。異例のキャッチボール。次回登板へ向けた投球メカニクスの確認。13失点の直後である。それでもルーティンを崩さない。感情に流されない。勝っても負けてもやるべきことをやる。その積み重ねが防御率 0.74 を生み出した。その積み重ねが OPS リーグ1位を支えている。才能だけではない。努力だけでもない。規律、継続、執念。それらすべてが重なった結果なのだ。野球の歴史には数多くの伝説がいた。フアン、マリシャル、ジェイコブ、デグロム、ペドロ、マルティネス、ベーグ、ルース、ウィリー、メイズ、ハンク、アーロン。だが彼らはそれぞれ別の伝説だった。投手の伝説、打者の伝説。しかし大谷翔平は違う。両方の伝説を同時に生きている。相手チームはリーグ最高の投手を打たなければならない。同時にリーグ最高の打者も抑えなければならない。しかもそれが同じ選手。こんな存在を想定した野球理論など存在しない。だから対策できない。だから歴史が揺れている。そしてMVP、サイ、ヤング賞。その両方を同時に獲得するという、かつて冗談のように語られていた未来が現実の射程圏内へ入ってきた。防御率1位、OPS1 位、WAR1 位。これでまだ満足していない。まだ加速している。だからこそ私は断言したい。こんな選手は二度と現れない。私たちはただ試合を見ているのではない。歴史を目撃している。100年後、野球ファンは語るだろう。2026年、あのシーズン、大谷翔平という存在が、野球という競技の常識を完全に書き換えたのだと。そして私たちは、
その瞬間を確かに見ていたのだと。